皆様こんにちは、ピンフです。今回はグミの体調の話をしたいと思います。今もう5月ですけど、これはしばらく前、冬の間の話になります。グミがメガバクの遺伝子検査で陽性が出てしまって、去年の年末から今年にかけて、冬の間2話でその治療をしていました。これまで動画を見てくれた人は、ちょっと待ってグミちゃん、感染症がないヒナってことでお迎えしたんじゃなかったっけって思うと思うんですけど、まず順を追って話すと、お迎えの時、私は感染症にかかっていないヒナを求めていて、親鳥の感染症検査をしているブリーダーさんを探したんです。それで大阪まで行ったんですけど、その時ブリーダーさんからはグミの親鳥がいつどんな検査をしたか聞いていました。ただこの時メガバクに関しては普通の糞検査のみで遺伝子検査まではしていないと。メガバクの遺伝子検査っていうのはあまり一般的じゃないんでね、普通はしないことが多いかなと思います。なので正直その時点でもしかしたらこの子は隠れメガバクの可能性があるかもしれないなと思ってました。ただそこまで疑ってしまうともう積生はお迎えができなくなってしまうんでね、普通の糞検査で異常なしならそれでいいじゃないかと夫と話してグミを迎えたんです。それからは動画にあるように元気いっぱい育っていったんですけど、秋になってブリーダーさんから連絡があって、グミちゃんと同じ親から生まれたヒナにメガバクの子が出ました。グミちゃんは大丈夫ですか？ご迷惑かけてませんか？っていうメールが届いたんです。グミはもうずっと元気だったので大丈夫ですっていう返事をしてたんですけど、それから少しして吐き戻しの餌をゴマにプレゼントするようになったので、もしグミがメガバクならゴマに移ってしまうなぁと、もしかしたらもう移ってるかもしれないと思って2羽の糞検査をしました。結果は異常なしでした。それで普通だったらここでああよかったと終わるんですけど、念のため遺伝子検査もしてもらったら陽性という結果が出ました。ちょうど冬の寒い時期で外に連れ出して風邪をひかせることが怖くて相談してたんですけど、薬だけだと 50%、注射もすればだいたい 100% 治るということを聞いたので、本をして注射を打ちに行きました。治療の内容は病院によって違うかもしれないんですけど、私が行っている病院では週に1度の注射を3回と、それと合わせて薬を1ヶ月間飲むという内容でした。この時健康診断もして、もう一回糞を見てもらったんですけど、病院の検査ではやっぱり2羽とも異常なしでした。メガバクの感染経路はほぼお母さんから、そのお母さんが持ってるメガバクが含む吐き戻しの餌を食べて感染させるね。これ動画を先生の話を撮ってたんですけど、音がほとんど取れてなくって、その話をまとめると、ヒナのメガバクの感染は大体親からの吐き戻しで、その場合、菌は深層部にあることが多い。そして未症状であれば病院の糞検査では見つかりにくいというような内容でした。メガバクにおいて深層部っていう言葉をよく聞くんですけど、私はこの深層部っていうのが一体どこなのかわからなくていろいろ調べてたら、横浜の海老沢先生の動画にたどり着きました。海老沢先生の話によると、メガバクは感染しても最初は無症状であるということ。そして薬の効き目っていうのは、薬が通っていくこの喉とか胃腸の通り道、表面にいる菌には効果があるけど、奥に潜んでいる菌にはなかなか効かない。この奥の方っていうのが深層部の菌っていうことが分かりました。そして注射は深層部の菌にも効くと。そしてあと一つ、残念なことに深層部のダメージは後遺症が残りやすいっていう話もされていました。じゃあいきますよ。お願いします。はい。はい。よいしょ。あらいらい。よいしょ。はい。いくよ。ごめんね。
た。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。そうなんですか。はい。早いんですね。早いですね。あ、巻き上げとる。はい、こんにちは。人間の注射みたいにジューッと打つんじゃない。そう一瞬。はい。いきますよ。はい。はい。終わった。治療はグミよりゴマが過酷でした。飲み水に薬を混ぜておくんですけど、それがなかなか飲めなくて、耐えに耐えて脱水症状になって、1週間で10グラムも体重が減ってしまいました。これ上手ってするんだよ。あ、上手。美味しいな。美味しいなってするんだよ。うん、これね。これしていいからね。グミちゃん、お水飲めたか？ここ飲んでいいからね。これお水美味しいって。美味しくないけど、飲んでいいからね。そうそうそう、これね。来た。これね、ここお水飲んでいいからね。うん、ここね。喉乾いてるでしょ。これ飲んでいいよ。あら、上手。そう。お、上手。いいよ。いいよ。大丈夫よ。これね。そう。上手。あ、上手な。そう。いいよ。大丈夫よ。これね。ここね。そう。こっち来たの。ここお水。こっちお水。今の積成ってみんな小さいと思いませんか？食が細くて太れない子が多い。昔の積成はもっと大きかった。私はこれがメガバクのせいじゃないかと思ってて、太るのはまあいいことじゃないけど、消化吸収という意味では昔の積成は胃腸が丈夫だったように思います。それで、ヒナのメガバクの感染源が親鳥の吐き戻しの給餌というのを聞いて、ふと考えたんですけど、もしブリーディングの段階で卵を人の手で孵化させて、最初の差し餌から人間が与えていけば、そのヒナはメガバクを逃れられるんじゃないかって思ったんです。そして、そういう子同士で巣引きをしたらどうなるんだろうと。ただこれは他の鳥との隔離が必要になりますし、実際にこれをやっているブリーダーさんがいないところを見ると、現実的にはいろいろと難しいのかもしれませんね。積成は安すぎるんですよ。グミは3000円でした。まあ、相場は変わりますし、珍しいカラーではないっていうところの値段設定だと思うんですけど、安すぎますねってブリーダーさんに言ってました。こっち。今日からお水飲んでいいんだよ。1ヶ月の治療期間が終わりました。今日は水の解禁日です。ここにしてあげる。これね。はい、どうぞ。ちょっと待って。はい。いいよ。どう？冷たいからあんまいっぱい飲めんよ。治療後の遺伝子検査の結果が出ました。結果の紙を見ると、メガバクテリア検出されずっていうところに丸がついていました。検出されずの定義は、病原体が存在しない、もしくは検出限界以下だそうです。これで治療は終わりですが、メガバクは心筋なので、グミの体から完全に消えたわけではありません。検出されないくらいまで数が減ったという状態です。幸いだったのは早期発見できたことで、発症前に治療できたということです。私が鳥に求めるのは珍しいカラーであることよりも健康で長生きしてくれること。もう少しでも長く一緒にいたいと願ってお迎えしています。
それでこれからグミの飼育で気をつけようと思っている点が2点あります。一つは食事で、今はシードとペレットの混合なんですけど、年を取った時とか体調を崩した時、シードが消化できなくなるかもしれない。そういう時が来るかもしれないので、いつでもペレットが食べられる状態にしておくことっていうのが一つと、あともう一つは温度に気をつけるということです。梅の時は夏と冬の温度差をかなりつけて保温してたんですけど、グミにはそれはしないと決めました。理由は温度で消化の状態が変わるからです。グミがこれまで発症せずにいられたのは、もしかしたら温度管理がうまくできていたからかもしれません。温度はサーモで調整してるんですけど、グミを育ててみて分かったのは、サーモだけでなくヒーターのワット数が体調にかなり影響するっていうことが分かりました。ひな時代は50ワットのヒーターで29度の保温をしてました。今は20ワットのヒーターで27度の保温をしてます。今のグミに感じているのはなんとなくなんですけど、26度と27度の間にラインがあって、この1度の差で体調が変わる気がしているので、今後は様子を見ながらなんですけど、無理をせず1年通して今の温度でいこうかなと思ってます。鳥を飼い始めて20年以上経ちました。これまでいろんな失敗や後悔があって、今は大きな失敗はしなくなりつつあるんですけど、飼い主としての試行錯誤はこれからも続きそうです。